11歳が背負った9500万円自転車事故で人生が詰む瞬間。あの日運命の坂道。加害者の母親、20時を過ぎたリビング、塾帰りの息子を待つとスマホが震えた。警察からの着信、息子さんが事故を起こしました。相手の方は意識不明です。頭が真っ白になった。息子はマウンテンバイクで下り坂を加速し、散歩中の女性に正面衝突したという。ライトは消えていた。11歳の子がやったこと、わざとじゃない。謝ればきっと。その淡い期待は、後の判決で粉々に砕け散ることになる。被害者の息子、同じ夜、病院の集中治療室。変わり果てた母の姿には言葉を失った。散歩に出ただけだぞ。なんで自転車にひかれて、一生目が覚めないなんて言われなきゃいけないんだ。警察の説明では、相手は11歳の少年。無灯火、時速25キロ。怒りの矛先をどこに向ければいいのかわからなかった。加害者の親が泣いて謝罪に来たが1ミリも響かなかった。母さんの人生を返せ。それができないなら、一生償わせる。数年の判決という名の宣告。加害者の母親、裁判官の声が法廷に響く。被告は原告に対し9500万円を支払え、1億円近い賠償金、家も手放し、貯金も全て吐き出した。それでも足りない。弁護士は言った。重過失と認定されたため、自己破産してもこの債務は消えません。私の人生から娯楽も休息も消えた。パートを掛け持ちし、毎月手取りの大部分を機械的に送金し続ける。あの日、ライトをつけなさいと一言言っていれば、その言葉を100万回以上自分に呪いのように吐きかけてきた。被害者の息子、毎月通帳に振り込まれる賠償金という名の端数を確認する。母の介護費用、施設への支払い、送られてくる金はその半分も賄えない。相手の家庭が崩壊したところでこっちの地獄は終わらない。母はもう自分の名前を呼んでくれることはない。加害者の母親から届く謝罪の手紙は一度も開封せずに捨てた。判決で出た9500万円という数字は母の命の値段ではなく、自分たちがこれから歩む介護という名の刑期の期間を示しているようだった。そして現在終わりのない道。加害者の母親。鏡の中の自分は驚くほど老いた。息子は成人したが、就職先でも親が巨額の賠償を抱えているという事実は影を落とす。税理士に相談しても答えは同じだった。相続放棄をしない限り、この負債は息子さんへ引き継がれます。自分の死後までも息子を縛り付けるのか。今日も震える手で送金ボタンを押す。被害者の息子、車椅子に乗せた母と公園を散歩する。ふと横をライトをつけずに走る自転車が通り過ぎた。彼は反射的に激しい動機に襲われ、母の手を強く握りしめる。加害者から送られてくる金で新しい車椅子を買った。これで許せると思うか。空を見上げても答えはない。9500万円という数字でつながれた2人の家族は、互いに顔も合わせぬまま同じ重力に押しつぶされて生きている。法律の視点。法律が誠意を強制する仕組み。根底にあるのは民法714条の監督義務者責任です。法的責任の所在。11歳の少年には責任能力がないと判断されるため、法的な矛先は 100% 親に向きます。親が注意していたと主張しても、ライト点灯やヘルメット着用という具体的な実行が伴っていなければ、裁判所はまず免責を認めません。判決の重みの正体。9500万円という額の主因は将来の介護費です。被害者が死亡した場合よりも、生存して介護が必要な状態、植物状態等の方が賠償額は跳ね上がります。これは被害者の生存権を支えるための費用として算出されるため、司法は加害者の支払い能力を一切考慮せずにこの数字を叩き出します。破産法の壁。最大の悲劇は、これが非免責債権になるリスクです。スマホ操作や無ともしびなどの重過失があれば、自己破産してもこの9500万円は消えません。法律は加害者の経済的公正よりも被害者の身体的損害への補償を優先するという強烈な価値判断を下しています。税理士の視点。この事故は修復不可能なバランスシート貸借対照表の崩壊です。キャッシュフローから見て家計の死を意味します。手取り所得からの強制捻出。賠償金の支払いは税務上経費にも所得控除にもなりません。所得税や住民税を差し引かれた後の可処分所得から支払わなければならないのです。年収600万円の家庭で手取りが450万円だとしたら、そこから生活費をひねり出し、さらに年間数百万の賠償を続けるのは計算上生存不可能を意味します。資産の強制感化。自宅マンションなどの固定資産は被害者側から差し押さえられ、競売にかけられます。譲渡所得税などの問題も絡みますが、実務上は全てを失うプロセスが淡々と進みます。負債の相続リスク。この賠償義務は親が死亡した瞬間に子供へと相続されます。加害者となった少年が大人になり、ようやく自分の人生を歩もうとした矢先に、親から数千万円の残債を相続してしまう。これを防ぐには相続放棄という家族の絆を法的に断ち切る手続きしか残されていません。私たちはもしもの時の怖さを知っているからこそ、
技術的な抜け道を探す前に決数100円の個人賠償責任保険を推奨します。法と数字の両面から見てこのリスクを素手で受けることはプロの視点ではありえない選択と言わざるを得ません。法律改正。この事故が今のルール2026年の改正後で起きていたとしたら、加害者親子にはさらに逃げ場のない地獄が待っていたことになります。1、重過失の認定が回避不能になる。2、過失割合でさらに不利になる。3、行政処分という新たな追い打ち。ルールの厳格化により賠償金が非面積になるリスクが激増しました。つまり払いきれないから破産してチャラにするという最後の逃げ道が法改正によって塞がれたと言っても過言ではありません。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。